はい。では今からチューリップを描きます。まず花の部分ですね。深い U 字形の形を作って、これが花びらの形です。そこからスッと長い茎が出たら、ちょっとなんか抑揚のあるね、しなったような線で葉っぱを描きます。さあ、これがチューリップの基本形ですね。そこに花びらを2つに分けて、向こう側に見える花びらを描きます。今回光は左上から来てます。そうすると花のこちら側が日陰ですよね。あとチューリップは下をちょっと平らにすると感じが出ますよ。茎もこちら側が日陰です。ちょっとつけましょう。葉っぱも向かって右側、ここは日陰が多くなりますね。左側の葉っぱは内側が少し暗くなります。さあ、これが基本形です。では、いよいよ塗ってみましょう。まずイエローレモンで花の形を塗ります。チューリップといっても本当に種類が様々ですので、花の形は大体で大丈夫ですよ。こんな感じかな。さあ、イエローレモン塗りましたね。では同じ色で茎の部分をスーッと描きます。またここも同じイエローレモンで葉っぱのパターンを塗ります。先端を少し反らして、反るような尖ったような筆使いですね。これでチューリップのシルエットができました。では、いよいよ花びらを色を塗ってみましょう。まず使う色はオペラピンクという色です。イエローを塗らなかった部分からこのオペラピンクを塗り始めます。つまり最初は紙の白のところにオペラピンクを塗るということになりますね。花の形は様々ですので、あなたの自由で大丈夫ですよ。こんな感じでどうでしょう。そうしたらそのオペラピンクをまた筆に持ってきて、今度は下地に塗ったイエローレモンの上に重ね塗りします。この部分ですね。ここは水の力でね、軽く塗るようにしましょうね。今度はきれいな筆を使ってこのイエローレモンのところを下からすくい取るように色を取っています。こんな具合です。こうですね。どうでしょうか。ちょっとまた色に変化出たでしょ。そうしたら明るいブルーを今度は筆につけてきて、またここもすくい取るようにしながら上に向かってこう塗ります。これはイエローの部分が日陰になったという色ですね。どうでしょうか。ちょっと立体見えたでしょ。あまりとにかくいじりすぎないようにしましょうね。そしたら今度は少し暗いクリムソンレイと置いてきて、花びらの内側の日陰を塗ります。この場合光は左上から来ているので、左の花びらの内側がこのように暗くなるわけですよね。では花びらの外側はどうなるか。今度は当然右側のここが日陰ですね。さあ、優しい筆使いでこんな感じですよ。ちょっと塗ります。ほら立体見えてきたでしょ。ここの花びらの先端をちょっと暗くすると、花びらがめくれたような感じになって雰囲気が出ると思います。ですね。ちょっと気を使っています。では今度は明るいグリーンをたっぷり筆に溶いてきて、今から茎の部分を塗りたいと思います。こうですね。イエローが下地に塗ってあります。そこに向かってスーッと描くようにしましょう。よいしょ。もう息を止めて一気描きですね。ここは躊躇しないで描きたいところですね。
鼻についたところをしっかりちょっと一回押さえてから、ちょっとこう日陰の、右側の部分ですね、少しブルーを足して細い円筒形に表現します。さあ、また同じように明るいグリーンを筆につけてきて、葉っぱの部分ですね、これ塗りましょう。この時にね、ほら今筆をゆすってるでしょ。こうするとこう葉っぱがね、こうちょっとシワが寄ったようなね、なんか美しい葉っぱに見えますよね。葉っぱの先端にちょっと赤足してもおしゃれですよ。そうしたらこの葉っぱも日陰をつけます。少しブルーを溶いてきて、この葉っぱの右側の面ですよね、ここを描きます。さあ、ここも割り切って描いちゃいましょう。どうでしょう、立体見えてきましたか。こちらの葉っぱは花びらと同様に内側が日陰になるんですね。ここが日陰です。ほら、茎を葉っぱが両方からこう包み込んだような形になれば正解ですね。いい感じになったでしょう。この場合今度はグリーンばっかりですので、花に使った赤をちょっとね、こういうところに足してあげます。そうすると色が深くなってね、雰囲気が強まるんですね。こんな感じかな。これなんかちょっと引っかいてもいいね。カリカリとやってみましょう。さあ、いかがでしょう。チューリップが出来上がりました。ではおさらいとして、花びらのところに使った色のことをもう一度やってみましょう。これが花だと思ってくださいね。まずイエローレモンを塗るんでしたよね。これですね。たっぷりとイエローレモンを濃いめに溶いていきます。いつもそうですけど、絵の具はたっぷりですね。そしてそれを塗るんですけども、上の方は塗らないで紙の白のままです。上の方を残して、あと残り全部イエローレモンを塗ります。こうですね。ここ上の方を残すところがポイントなんですよ。さあ、塗れましたね。では筆をきれいに洗って、今度はオペラピンクですね。これをまたたっぷりと濃いめに溶きます。そして今度はここですね。何も塗ってなかった紙の白いところから塗り始めます。当然そうするとここはオペラピンクの色になります。そのオペラピンクをこのイエローレモンのところに今度は重ねるようにして塗ります。どうですか？同じオペラピンクなのに色は全然変わったでしょ？ちょっとバーミルみたいになりましたよね。こうです。さあ、1、2と2色できたわけです。では筆を洗って、今度はイエローレモンの下をここを取ってみましょう。ほら、紙の白っぽく白い調子がなんとなく見えますよね。柔らかい白ですよ。1、2、3、4色。これで4つの色ができたというわけです。この4つの色で花を描きます。はい。ではもう一度おさらいしましょうね。まずイエローレモンを上を残して下全部塗る。そしたら今度はオペラピンクを上から下を残すようにして塗る。これで2色ができる。そしたらきれいな筆で下の部分をイエローレモンを取ると4色になる。こういうことでしたね。この微妙な色の変化で花びらを描くというわけです。はい。今回はチューリップの花を描いてみました。ポイントは2色の色の混色で微妙な花びらの色を作ることです。いかがでしたか？あなたもぜひ
描いてみてくださいね。それではまた。